中年オタッキーです。先日またね、稲垣吾郎さんがね、ラジオで、これ全国版になるんでしょうね。オタッキーのことを紹介していただいて、本当にありがとうございます。なんかね、ライブもね、見てくださっているそうで、ちょっと励みになりますね。っていうか、結構ね、過激なことを言ってる動画もあるオタッキーなんですが、ちょっと有名な方もね、見て紹介してくださってるということでね、本当は消したくないんですけど、迷惑がかかるかもしれないということで、いわくつきの動画何本か消そうかなとちょっと考えています。意見がありましたらどうぞよろしくお願いします。本当は消したくないんですよね。あれ当たってると思うんで、あの話。そんなわけで今日は動画スタートしていきます。今日はね、このカメラを使って撮ってきました。はい。いつも登場してる、頻繁に登場しててちゃんとちょっとした流行を生んでるニコン F4 でございます。ニコン F4 でね、使ったフィルムはコダック WX なんですけども、WX は250で感度 ISO250 のフィルムなんですが、100で撮ってきました。まあ、現像したって感じですね。で、どんな感じで撮れたかっていうのをね、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、コダック WX なんですけどね、なんで250なのかはわからないんですが、ISO250 なんですね。モノクロ映画を撮影する際に250が調子いいのかなと思うんですけども、まあ映画用のフィルムということでね、ディテール重視であることは間違いないと思うんですね。このちっちゃいね、その 35mm のフィルムを言うたらスクリーンに映すということで、ディテールが悪かったらもう話にならないぞということで、ディテール重視だとは思うんですが、250ということでね、250でディテール重視なのかって気もするんですけどね。まあ今までね、何度かね、250で撮ったり、400で撮ったりっていう作例は何度か挙げましたけど、まあディテール的にはスチール写真用のフィルムとほぼ変わらない感じはしますね。で、吸入剤になってるんで、T 粒子のね、モノクロフィルムに比べるとディテールは落ちるんじゃないかなっていうね、感じはするんですけどもね。まあ、調子はね、ハイコントラストに出てね、結構好きな方多いと思います。特にね、トライ X ね、さっきコダックのトライ X が牙を抜かれてるということでね、中途半端な仕上がりになるということで、WX の方はね、入剤変わっておりませんので、昔ながらのね、味で取れるということでね、ちょっと評判になっているフィルムなんですね。で、現状ではね、国内ではほとんど入手が不可能と。パトロールに入った状態では入手が不可能ということで、400フィート巻きで販売されてるんですけども、で、おたきはね、これをパトロールに詰めて販売するという動きでね、考えているんですけど、今ね、考えたら結構ね、送料とか考えたら結局1本あたり100円ぐらいしか利益が出ないんだな。で、不良品を作ったり配送をミスしたりっていうね、リスクを考えると利益はゼロに近いものになっていくんですけど、これどうかなって感じなんですけど、使っていただきたいフィルムであるので、将来的にはね、販売に向けて動こうとは思ってます。どのぐらいのね、数生産できるかはわかんないんですけどね。そんな感じで今回ね、100で撮ってきて、100でどんな感じで撮れるのかっていうね、とりあえずね、100で撮って、富士スーパープロドール、50% 希釈で4分30秒現像してみたんですね。スーパープロドールは D76 スタンダードと同じぐらいの現像時間という、普段言ってるんですけども、厳密に言うとちょっとだけ長いんです。ほんのちょっとだけ長いんですね。D76 よりね。ほぼ同じぐらいの時間で。データとしては WX100 で撮影した場合、4分15秒、D76 現役で4分15秒ということだったんで、今回 SPD50% 希釈で4分30秒で現像してきます。20度ね、気温20度で4分30秒で現像してきてます。で、どんな感じで映ってるかっていうね、今度作例なんですけど、今回はね、まず感度100ということね、感度100以上になってもダメです。以下になってもダメと。で、ハイライトシャドウの具合、それと、コントラストの具合に、黒の蜜が出てるかとか、そんな感じのね、ところをちょっとね、作例をね、見ながら、その辺を注目しながら、あと、流浄感ね。100としての流浄感はどうなのかと。その辺もね、注視しながら、ちょっと作例を見ていただければと思います。それでは、ここから作例を紹介してまいります。
はい、作例紹介ですけどね、これ、シャドウの部分のディテールはめちゃくちゃに出てますよね。で、この写真を見ればわかりますがね、ちょっと黒の締まりが弱いかなと。まあ、これもそうですが、いわゆる加減像の状態に近いのかなと思いますね。流浄感はね、非常におとなしくてね、100で撮った甲斐はあるかもしれません。まあ、この写真を見ると、まあ、ちょっとこれ日が陰ってるんで、250の F8 で撮ったんで、まあ、アンダーになってちょうどいい具合になってるんでしょうけどね、全体的にね、中間色に近いものが多いっていうことを考えると、加減像だったのかもしれませんね。というわけで、もうほんのちょっとだけね、時間を短くした方が良かったかな。まあ、ディテールはね、シャドウ部のディテールは非常に出てるんですが、まあ、現像時間が長すぎたと。まあ、15秒、20秒ぐらい縮めてもいいかもしれないですね。まあ、現像時間をね、短くした方が黒が締まる傾向にあります。まあ、もちろんね、黒くなるっていうことで、黒が締まる傾向にありますんで、今度100で撮ってね、ちょっと現像時間短めでやろうと思います。でも、大体分かってきたんでね、次回からは何らかの100のフィルムと比較していくことになります。これ最後の写真もね、シャドウ部、もうバリバリ出てますよね。もう全然潰れてないっていうぐらいです。まあ、もしかしたらこのフィルムね、100で撮るのが一番美味しいのかもしれません。400で撮った感じ、250で撮った感じよりは、100で撮った方がね、シャドウ部のディテールがしっかり出てると思いますね。そんなわけでね、100で撮るのがもしかしたら美味しいのかも。ということで、今後、まあ400でももちろん撮っていきますけど、主に100で撮っていこうかなと思います。レンジファインダーカメラとかのね、テストも控えてるんで、100で撮った方が美味しいような気がしますね。でね、今後、どんなフィルムで、と比較して撮っていくかっていうと、まあ大体ね、T-MAX100 とか、デルタ100とか、あとね、旧アクロスもまだあるんで、旧アクロス。その辺と比較しながら撮っていこうと思います。アリスタエデュウルトラ100とも比較の、写真を撮っていこうと思いますが、まあ、とにかくね、その比較ということでカメラ2台並べて撮っていくことになっていくんですけど、まあ、全部と比較してもいいんですけどね、それは時間がかかりすぎるんで、まあね、カメラ2台並べて撮っていくことになるんですけども、それも結構ね、時間かかるんです。やっぱね、2台で撮っていくって結構時間かかるんでね、これから先はね、ちょっとテスト、時間をかけていくことになると思います。まあ、そんなわけでね、400で撮る、100で撮る、これで他のフィルムと比較する動画はちょっとお待たせすることになるかもしれません。はい、今日の動画はまあこんな感じになってまいります。ちょっとね、さらっとした動画になっていきますが、コダック WX ね、まあ販売、1本100本売っても1万円。さらにリスクがあるということで、下手したら赤字になるかなってちょっとビビっておりますが、結構ね、欲しいという方も、多く出ております。でね、3本パックで、っていう話があるんですけど、3本パックにするとね、もう送料で完全に足が出ちゃうんですね。できれば定型外では送りたくないんですよ。定型外はもう、履歴が残らないんでね、最低でも書き留め。できればレターパックライト。できればレターパックプラスぐらい行きたいんですね。レターパックプラスだと、受け取りのね、印鑑がいるようになってくるんで、紛失の可能性が減りますからね。でもレターパックプラスだとね、520円も送料がかかるんで、5本パックでも1本100円で送料がかかってしまうんですね。結構ね、このコダック WX のフィルムの販売をね、フィルム屋さんがやめていったのはなんかわかる気がします。元が取れないんだな、結局ね。でもいいフィルムなんでね、ちょっと我らかになるかもしれないですけど、まあ十分にね、考えて赤字にならない。赤字になったら本当にね、もう終わっていきますんでね、チャンネルが。もうただでさえ分かれないんで、まあちょっと考えながらやっていこうと思う。とりあえずはね、他のフィルムとかのね、比較動画とか、まあ現像時間ももうちょっと詰めていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。
はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは野上さんですね。中年オタッキーさんこんばんは。写真投稿させていただきます。タイトルは鋭い眼光。機材はペンタックス SP。SMC タクマ 55mm F1.8。フィルムアリサエデュウルトラ200。自家現像 D76 50% 希釈20度11分です。秋の快晴時に撮ったものですが、会長が綺麗に出ていて、とても気に入ってる一枚です。最近はテスト期間で写真撮りに行けてないので、早く撮りに行きたいです。ということですね。これからも動画楽しみにしております。ということでですね、作品なんですけどね、本当にね、これシルバーボディのね、これ BMW E46 の前期だと思うんですけど、僕もこの車で以前乗ってたんですけどもね、非常に綺麗、シルバーの会長がね、美しく撮れております。このね、車のね、ヘッドライトの部分をちょっと切り取って撮るという撮り方、非常に僕も好きで、たまにやっておりますね。野上さん、ありがとうございます。次はね、時上さんの投稿ですね。時上です。コロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。視聴者作品投稿に1枚投稿します。タイトルは、朽ちる過去の記憶。撮影場所は大阪城公園保存展示の記者の動輪を撮影しました。ペンタックス、カメラペンタックス Z20。レンズは SMC ペンタックス DA50mm F1.8。ネガカラーフィルム、ロモグラフィーネガカラー100を詰めて撮影しました。絞りは F8 です。良い色が出ましたってことですね。そんなわけで作品なんですが、これね、もう朽ちていくということでね、もう結構ね、生体保存の機関車はね、保存状態が悪くなるものが多くなっていってるんですよ。まあ、各自治体がね、その保管してるっていうパターンが多いんで、まあ予算不足とかもあるんですけどもね、この動輪もね、かなり朽ちている感がしますね。うん、ロモグラフィーということでね、発色はまあ、そこそこいい感じなんですけど、車道部分、もう屋根の下だから、これ屋根の下なのかな、これしょうがない部分もあるかな。うん、徳上さん、ありがとうございます。次はね、スレイヤーさんの投稿ですね。中年オタッキーさんこんばんは、スレイヤーと申します。いつも楽しい動画ありがとうございます。今日は作品投稿のコーナーに投稿させていただきます。タイトル1枚目は住吉神社の午後。2枚目は落水ですね。楽しい水で落水ですね。お願いします。使用カメラはフォクトレンダーのベルクハイルデラックス。知らないな。レンズはヘリア 105mm F4.5 です。フィルムはイルフォード FP4 プラス。現像は、シネスティール DF96。スキャナークールスキャン 9000ED です。ベルクハイルデラックスはフィルムバッグを使用して120フィルムが使用でき、6x9 フォーマット。1931年販売されたそうですが、カメラの作りがとても素晴らしく、写りもとても良いです。オタッキーさん、中盤フィルムなくなってしまっては困るので、布教活動お願いします。RB67 レビューも待ってます。それではお体にお気をつけてということですね。で、作品なんですけどもね、さすが 6x9 ということでね、もうカリカリの改造になっておりますね。流浄感もね、フォーマットがでかいんでね、まあ、どうしてもね、フィルムが、大きいので、流浄感も出にくくなってる。シャッター速度はこれ結構遅くなってるような気がするかな。2枚目は特にね、結構絞って、これかなりスローシャッターにしてますね。滝の流れる様子が、よく映っております。もうちょっと開けた方がよかった。ややアンダーだったかなという感じですかね。1931年販売のカメラでここまで撮れるってのは、まあすごいことですね。中盤フィルムなくなっていってるんで、ね、中盤フィルムのね、特集もね、ちょっとやろうかなと思いますね。スレイヤーさん、ありがとうございます。はい、次がね、四日市の中年男さんかな。四日市の中年男さんですね。この中年オタキスさん、こんにちは、こんばんは。3月になってだんだん暖かくなりましたね。オタキスさんが今年は OM2 で桜を撮るとおっしゃってましたので、私も OM2N で撮った写真を過去作ですが2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは春を描くです。2010年の撮影。レンズは、随光オートズーム70から150。フィルムはスペリア400ですかね。2枚目のタイトルは花見散歩です。1枚目とは別の瓦です。レンズとフィルムは1枚目と同じです。このレンズは中古でも割と安いですが、結構いい写りしますので、よく撮影に使ってますということで、随光のね、オートズーム75150か。僕もちょっと使ってみたいレンズではありますね。で、1枚目からいきますがね、これもタイトル画面いっちゃいましょうか。桜並木をね、スケッチする子供の写真、非常にね、ほのぼのとしたいい写真になっておりますね。2枚目の方はね、ちょっとね、青みがかった写真になって、モノクロ調になっておりますが、面白い色で写っておりますね。カラーネガということなんですけども、ちょっと退色してるのかっ
っていう気もしますが、面白い色になっていると思いますね。はい、四日市の中年男さん、ありがとうございます。次が最後かな。あきじゅんさんの投稿ですね。おたきさん、フィルムカメラを愛する皆様、こんばんは。キヤノン F1N 本命機での撮影が終了したので見てください。フィルムコダックゴールド200、レンズ FD50mm F1.4 銀縁。1枚目ジブリの世界の入り口。10月末近くの山に登山しました。近くに SNS で、青森か。青森でちょっと話題になってる、トマリのトトロにより撮影。2枚目の感無量のゴースト。トトロ岩をくぐり抜け、ちょっと行くと、滝の尻と呼ばれる滝があり、シャッタースピードを変え、荒々しいしぶき、滑らかな流れ、など、挑戦し、銀縁のゴーストに成功。フレアゴースト好きな自分にはたまらない一枚となりましたということですね。で、一枚目からいきますけどね、これね、まあ、確かにね、なんかトトロのね、世界に出てきそうな、景色ではありますが、砂利道ということもあって、ちょっと昭和の雰囲気が非常に漂う写真になっておりますね。で、二枚目の方はね、見事にゴーストが出ております。これちょっと絞った感じなんでしょうね。絞り羽の形状がしっかり出ててね、それもね、トリプルゴーストになってるんだ、30ゴーストになってるんだな。なかなか、いいゴーストが出ておりますね。ゴーストを楽しむ方には、面白い写真になったんじゃないでしょうかね。はい、秋汁さん、ありがとうございます。作品特のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい。俺のカメラのコーナー。今日はね、ポンポコさんの投稿ですね。おたっきー様動画制作お疲れ様です。ペイペイフリマでオリンパスオートアイを入手しましたので、俺のカメラに投稿します。レンズにカビとコーティング剥がれでジャンク品と売っておりましたので、部品取りでもいいかと購入しましたが、レンズ分解清掃で綺麗になり、セレン露出系も正常で機能して大当たりでした。付属のパンフレットは取説なのですが、いい味出しているので一緒に撮りましたということで作品なんですが、これはもうタイトル画面行きましょうか。これは素晴らしい。カタログがね、オリンパスのこれ総合カタログ当時物なんでしょうね、これ。オートアイが映っておりますが、これはなかなか貴重だぞということで、これ下ね、カーペットかなんかなんでしょうけど、そのカーペットもね、ちょっと時代を感じさせるようなカーペットでね、マッチングしてるんですね。非常にいい作品となっておりますので、タイトル画面にさせていただこうと思います。はい、ポンボクさん投稿ありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。でね、教えておたっきーのコーナー、最近ちょくちょく来てますが、投稿はね、中年オタッキー2の方で大丈夫です。中年オタッキー2のアカウントの方に、ツイッターのね、DM で送っていただければ教えます。で、教えれないこともあります。まあ、大したスキルはないんでね、オタッキーね。写真学校に行ったわけでもなく、芸大を卒業、美術大を卒業したわけでもなく、写真部には1年半ぐらいしかね、まともに活動しておらない、中年オタッキーでございます。高校2年の時に転校してね、転校先の写真部のレベルがあまりにも低かったんで、幽霊部員になっちゃって、1年と1学期ぐらいしかね、写真部で活動してないんですね。あとはもうね、自己流でやってるんでね、大したスキルはないんですが、まあ、長いことやってるんで、教えることもね、教えれることもあるとは思うので、何か、カメラのこと、特にね、フィルムカメラのこと、フィルム写真のことで、わからないことがありましたらね、ご質問していただければと思います。でね、俺のカメラのコーナーとかやっちまったコーナー、もう投稿がね、品切れになっておりまして、作品投稿のコーナーもちょっと品薄になっておりますので、またね、どしどし投稿の方よろしくお願いします。ちょっと動画の本数をね、多めにしております。なぜかというと、フィルムを購入して、販売するための資金が欲しいからです。なかなか苦しいな、これから。そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。まあ、そんな、芸能人のね、方ね、稲垣吾郎さんがちょっと、おたっきーの動画をね、紹介してくれてるということでね、ちょっと迷惑防止のために、以前のね、曰く付きの動画を消すっていう感じに、の考えになってるんですけどね、何か、意見がありましたので、ぜひコメントの方、お願いします。でね、やっぱね、
芸能人の方っていうのは、そのスポンサーとかを背負って、活動しておられるので、まあ僕の動画を推してるのに、スポンサーのことをけなしてるじゃないかとかね、言われたら困ると思うので、まあもちろんね、まあ消さないでという意見ももちろんそうですし、もう消してもいいんじゃないっていうね、コメントの方もね、どしどしお待ちしております。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。中年オタッキーのね、動画に、英語字幕をつけたチャンネル、好調にね、推移しておりますのでね、まだね、チャンネル登録してない方、まだ見に行ってない方、ぜひぜひ見に行ってチャンネル登録、高評価、あとコメントとかもね、よろしくお願いします。コメントとかね、高評価とかね、チャンネル登録が増えれば増えるほど、シェアされるスピードが速くなっていきますので、で、外人の方にね、どんどんね、その字幕入りの、オタッキーの動画を見ていただいて、フィルムをどんどんね、消費していただければ、フィルムのね、販売中止とかがね、消えていくというか、まあ、抑えられるっていうね、状況になる可能性が高くなっていきますので、ぜひご協力をお願いします。はい、今日の動画はこんな感じです。オタッキーの動画もね、5000名を超えましたが、チャンネル登録どんどん増えておりますが、まだ、チャンネル登録されてない方はぜひ、チャンネル登録お願いします。で、カメラプレゼントの方ね、進行しております。カメラプレゼント数本前の動画でね、説明しておりますので、そちらの方をね、視聴していただいてね、令和4年の3月8日、23時59分59秒まで、応募を受け付けておりますので、そちらの方も、見てね、キャノン A1 をね、プレゼントするということになっておりますので、そちらの動画も、見ていただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。